うぽあおー。皆さんこんばんは。本日もあつ森実況やっていきますよ。というわけで今回は島クリをお送りするわけなんだが、スイッチ2の発売まであと1ヶ月ほどなんだから早く島を完成しなさいよね。あ、はいはい。石禁止でレンガな島を島クリしてるから、サイロを使った農場でも作ろうかな。残念だけどサイロの材料に石が含まれてるわね。サイロすら使えない世の中なんて。もう農場は諦めるしかないわね。そうだな、サブ住民ハウスの飾り付けに変更。邪魔な石を破壊したらまさかの金鉱石が。石を破壊すること自体少ないから滅多に起きない現象よね。もう一個出てくれないかな。世の中そんなに甘くないわね。では邪魔な石も取り除いたしまずは崖工事からやっていくぜ。あ、化石か埴輪が埋まってるわね。工事中に掘り起こすのってちょっと面倒だよな。それでは崖工事再開。ちなみに今回島クリする場所は少し前に作ったカフェの右側だぜ。まだ動画を見てない人は説明欄のリンクからご視聴よろしくね。さてサブ住民ハウスを飾るんだけどレイム何かいいアイディアはないか？あったら私が知りたいわ。じゃあずんだもん、何か良さそうなリクエストを。残念だけどサブ住民ハウスを飾ってほしいというリクエストしかいないのだ。やっぱりないか。自力でなんとかしなさいよね。ちょっといいこと思いついたかも。もしかしてあまり飾ったことない埴輪を使うつもり？そっちじゃなくてこの奥に残ってる竹を使おうと思ったんだぜ。ただ単に工事の邪魔になるから引っこ抜くんじゃなくて？邪魔なのは間違いないがそのまま処分するのももったいなくてな。邪魔な竹は取り除いたから今回島クリするところまで崖工事をしてしまうぜ。というわけで崖工事完了。サブ住民ハウスを飾るのはここのくぼんだところ？その下の段じゃなくてこの奥の方だ。ということはだよマリサさん、下の段にはまたお店的なものを作らないぜ。じゃあ休憩場所かな？作らないぜ。だとしたら階段も作らないぜ。今日のマリサさんはマリサさんらしくないだなも。あ、でもなんとかタヌ吉に喜んでもらえるようにしたいかな。それはそうと今回は新しくマイデザインをお借りしないのね。以前作ったカフェの続きみたいなものだからな。決してマイデザイン枠を節約するためじゃないんだからね。と言いたいわけね。はいそうですよ。っていうかさ、逆にここで別のマイデザインに変える方がおかしくないか？確かに。カフェとサブ住民ハウスの間には奥に続く道を作っておくぜ。まあ奥はどうするのか全く決まってないんだけどな。みんな知ってるから言わなくてもわかるわ。やっとこさマイデザインを塗り終わったぜ。柵代わりに生垣を使いたいんだが作ったらルール違反になるので砂浜にあるバラを代わりに。マリサそれオレンジのバラだけど左はピンクのバラなんですが。何言ってるんだレイム全部オレンジだぞ。また編集でごまかしたな。だってピンクのバラが足りなかったんだもん。本当は全部ピンクのバラにしたかったのね。バラのことはさておきサブ住民ハウスの移設場所を決めちゃうぜ。横5マス縦4マスだから間違えないようにね。2件分だからタヌ吉印をここにも塗ってと。おお、2件ここに飾っちゃうのね。まとめて2件飾ってしまうぜ。一応手前から確認。ちょうど画面にぴったり収まりそうじゃないの。では1件目の移設をするためにサブ住民召喚。これは私の抜け殻なので皆さん気にしないでね。魂と肉体は桃々島にあるんだよな。それはそうとレンガの街にこの外観はさすがにダメよね。もちろん外観はレンガのお家にリフォームするに決まってるじゃんよ。それじゃあタヌ吉リフォームを。移設準備中だからダメだなも。まあなんとなく無理なんじゃないかと思ってたぜ。なので先に必要なものを注文しておくぞ。あ、また西部の街並みを買ってる。特にレッドの西部の街並みはレンガな街に合うんだよな。そういえば、このサブ住民ハウスの中ってどうなってたっけ？ほとんど中に入ることないから全然覚えてないわね。入ってすぐの部屋はカフェになってて、地下は G しかいない部屋はダメかと思うけどね。G なんていないけどな。それじゃあ2階はここも G しかいない部屋ね。わかった。これは写真部屋にしようと思ってて。写真は全部私の島にあるから何もない部屋になったってこと？このまま何もない部屋にしておくわけにはいかないから今回飾ってみるか。部屋に飾る家具を注文する前にちょっと静江さん、島の方針を美しい島条例に変更してくれよな。これで部屋の中の G は全部消えますので。静江さんが何を言ってるのかわからないけど2階に飾る家具を注文だ。OK ゲームマシン。しかも一気に大量購入するのね。次の日。忘れないうちにリフォームをしておくか。この辺りが石っぽいからまた警察に逮捕されるかもよ。レンガの壁なら大丈夫そうね。最初は石禁止は DIY 素材の石禁止っていう意味だったんだけどな。こんな感じでいいか？なんか真っ赤になったわね。買い物シーンばかりになって申し訳ないが。お金がいっぱいジュラルミンケースだなも。ジュラルミンケースにトランプですって？勘の言い方なら何なのかお気づきかな？さっきはスロットマシンみたいなのを買ってたし、ジュラルミンケースを追加購入してるだなも。シャンデリアも買っちゃうぜ。それでは外観を少しだけ飾っておくぞ。せっかく作った崖を壊した。あの崖があると建物の真横に西部の街並みが置けなくてな。つまり工事ミスってことね。失敗は誰にでもあるから許してほしいぜ。次は失敗しないようにね。失敗防止のためタヌ吉印を塗ってと。奥まで崖工事だぜ。この崖の上には何を飾るのかはまだ決まってなさそうね。当たり前じゃないか。なので最後の最後のお楽しみということで。最後まで思いつかない場合もあるかもしれないけどね。なんとしても飾るので心配ご無用だぞ。お家の前にもレンガのマイデザインを塗っておかない
とな。あとはもう一人のサブ住民のお家を移設するんだけど、別の家がリフォーム中でもできるのかな？当然できるだなも。同じ家はリフォームと移設同時にできないってことなのか。そしてまたやってまいりました。恒例の衝動買いコーナーね。衝動買いならたぬき商店でやってほしいだなも。いやいやこのダイナーなカウンターチェアはちゃんと使うために購入してるんだぜ。さっきのタブレット端末は 100% 使わないと思うけどね。次の日、なかなかいい景色だな。下の段に何もないからなんとも言えないけどね。ちなみにこっちのサブ住民ハウスは右のと全く同じ外観にするからな。この外観がっつり石が使われてるわね。それじゃあ必要なアイテムをサブ住民に受け渡したから、まずは2階から飾り付け開始だぜ。外観とは打って変わって青い部屋にするのね。なんか床はこれじゃない感があるな。持ってるものから選ぶしかないからロビーの床でも使うか。何のロビーなのかは永遠の謎なのよね。まずは受付カウンターを正面に置いてと、その色を使うの珍しいかも。ジュラルミンケース一つはこの受付の上に置くぞ。早速登場だなも。壁掛け液晶テレビはカウンターの奥に設置。まあこのテレビはあまり意味がないんだが。なんじゃそら。ではここで大量に購入した OK ゲームマシンを並べていくぞ。これで2階の部屋が何なのかお分かりいただけたかな？マリサの大好きなパチ屋さんね。霊夢浅いな。カジノに決まってるじゃないか。カジノは今色々やばいと思うんですけど。女んとかのやつは確かにやばいけど、ここはタヌキチの経営するカジノだからもう満タイだぜ。違う意味でやばいんじゃない？遠隔操作とかはしないだなも。怪しすぎるわね。どうしても飾りたいものがあるからここで DIY を。意外今までトロフィーケースを作ったことなかったのね。金鉱石が3つも必要だからよっぽどのことがない限り作らないよな。そうか。トロフィーケースの手前にダイナーなカウンターテーブルを2つ並べてと、収納に余ってたスライムランプをケースの両サイドへ。このランプカジノにぴったりかも。テーブルの上にはトランプとトランプタワーを乗せておくぞ。トランプと聞くと関税で暴れてる大統領が思い浮かぶのは私だけ？チップの代わりになる家具がないから、札束入りジュラルミンケースに、金の延べ棒、そしてお札の山を設置だぜ。これがある意味一番正しい飾り方なのかもね。まだ飾れるスペースがあるからゴールドクレストを部屋の隅っこへ。植物までゴールドを選ぶとは。あとは注文した椅子を並べれば。これでカジノは完成。次は地下室の飾り付けね。ちょっとキラキラしたものが足りないからここにジュークボックスだ。それとフレームマシンを2つ追加注文だな。この地下の床、見慣れないやつなんですが、私もよくわからないぜ。このシナモロールな壁と似てないか？一回剥がしてもう一回貼り付けたらわかるんじゃないの？霊夢は天才だな。っていうか2つ持ってたから剥がさなくてもわかったぜ。最初から床板をチェックしておきなさいよね。可愛いからこのまま飾っちゃうか。じゃあサンリオ系の部屋にするのね。そのまんまやないかい、と突っ込まれるのもなんだから。誰も突っ込まない気が。なのでひねりを加えるためにだな。出た植物パーテーション。これは外に飾るようだぞ。麻雀以外のアーケードゲームをいっぱい購入して。なるほどゲームセンターを作るのね。正解です。あとはクレーンゲームも買いたいんだが、残念ながらこのサブ住民のカタログには載ってなかったぜ。なのでゲームセンターの椅子を代わりに注文ってことなのね。というわけで毎度おなじみの匠ライフでお買い物のコーナー。簿記がなさすぎて一つしか注文できないわよ。サクッと一軒別荘を作ってきたぜ。またどうせお見せできないようなとんでもない別荘だったんでしょうね。カジノフロアはフレームマシンを設置して完成ね。それじゃあ地下室の飾り付けを。出たカウンターテーブル。余ってたやつを入り口正面に置いてと、格ゲーのアーケードゲームを右端に4つ設置だぜ。なんで4つそんな端っこに固めておくの？格ゲーってゲーセンで遊ぶものじゃなくてパソコンを使ってネット対戦するイメージなんだよな。だから端っこの目立たない場所でもいいかと思ってだな。ちょっと寂しい時代になっちゃったわね。それとシューティングゲームも遊ぶ人が少なくなってるみたいなんだが、ここのゲーセンにはあともう1台追加したいぜ。今のゲームセンターのイメージはこんな感じなのだ。どこもかしこもプライズゲームの筐体ばかりだものね。というわけでここのゲームセンターにもプライズゲームをだな。プライズゲームの確率機で思うけだなも。タヌキチが絡んでるゲーセンでは何一つ取れそうにないわね。飾る家具がなくなったから追加投資。ビンゴマシンまた珍しいものを。ビンゴマシンはカウンターの上に置くつもりだ。あとはちょこっとマリオ家具を飾ってみようかな。任天堂はアーケードゲームってイメージはないんだけど。昔はあったらしいぞ。こういうのがあったのね。何作ってるの？イースターなアーチだぜ。そんでもって先に必要なものを注文。夢かわなシェルフとミラーボール？夢かわなシェルフは余ってるのが一つしかなかった。ミラーボールはゲームセンターの照明代わりだぜ。では先に届いたクレーンゲームを奥に並べてと。なんかパンダがめっちゃ目立つわね。私はこっちのエイリアンの方が気になるぜ。カウンターの奥には夢かわなシェルフとレンガブロックを。部屋が明るくなった。部屋が暗いと見てる皆さんに伝わりにくいかなと思ってだな。やっぱりブロックの上にマリオのアイテムを乗せるのって可愛いわね。シューティングゲームを1台追加して。方法自販機も必要よね。クレーンゲームはあと3台置けるかな？どんだけクレーンゲーム好きなのよ。リアルな世界では絶対やらないけどな。なんじゃそら。椅子が足りなかったから追加注文だ。
そうそうビンゴマシンを飾るの忘れてたぜ。ビンゴに当たれば奥のぬいぐるみをもらえるってこと？まあゲーセンではビンゴ大会はあまり見ないけどそういうことだ。クレーンゲームをやるとゴミが出るからゴミ箱も置いておくか。それと水は無料ということで。無料で飲めるのは遊んでくれた方限定だなもう。それは仕方ないわね。あとは天井にミラーボールを3つ吊り下げれば、ゲームセンターの完成。やっと外の飾り付けができるぜ。そういえばまだこの凹んだところ飾ってなかったわね。そして皆さんお待ちかねの竹をここで使うつもりだからな。竹のことなんてみんな忘れてしまってると思うけどどうなのかしら？竹のことを覚えてたよという方はここでグッドボタンを押してくれよな。これは一つも高評価がつかない可能性が。水の前デザインを貼った奥は黒土の道を塗っておくぜ。なるほど竹を植えるためなのね。霊夢は竹をどう植えるのか楽しみにしてくれてるんだな。まあ気にならなくはないわよ。ではまずは左右対称に間を2マス開けて植えていくぜ。ふむそれで全部で6本。竹はこれで OK だぜ。まさかこれだけ？至って普通じゃないの。ここからが本番なんだぜ。あの竹に色々植物の株を組み合わせて飾ろうと思うから。あ、お花の咲いたサボテン。それと食材黄こんにゃくと。それを置くと匂い警察が来ちゃうかもね。大好きなバオバブも注文だ。いつも通り足りない植物は匠ライフで買い足しだぜ。未来のミールプレートのどこが植物なのよ。材料が植物なんじゃないかなと思っての購入だぜ。バオバブと食材黄こんにゃくは竹の間に設置。実際に匂いを嗅いだことないから綺麗な花だと思っちゃうのかな？まあ知らないで幸せなこともあるということで、サボテンは適当に設置。適当と言っておきながら左右対称に置いてるわね。左右対称は無意識にやっちゃうんだよな。植木鉢むき出しはちょっとかっこ悪いかも。その問題は後で考えるとしてワイルドな丸太のベンチを一つ DIY だ。おお、休憩場所にするつもりなのね。明らかに休憩場所ってわかるようにはしたくないからワイルドな丸太のベンチを選んだんだぜ。ツルを使ったのもそれが理由なのね。なるべく自然な感じを演出したいからな。なんか最初に休憩場所は作らないって言ってた気がするだなも。そして今回お気に入りのトマトをここに植えてと。トマトを植えた時点で自然な演出が台無しになってるような気がするのは私だけ？自然じゃないかもしれないが可愛ければ OK だぜ。言ってることがブレブレなのがいつものマリサで安心だわ。砂の道を左右対称に塗ってと、ヤシの実を収穫。落ちてるヤシの実を食べるのは危険らしいわね。ビーフンさんどうした？未来のミールプレートってなかなか売ってないんですよね。飾ろうと思ってたんだけどしょうがないな。どうせ収納の中で腐らせるだけなんだからビーフンさんに受け取ってもらえてよかったと思うけどね。てへペロ。ヤシの木の奥にシェフレラを2本置いてと。地味に左右対称を回避したな。もうちょっと何か置きたいぞ。というわけで思いついたのがこちら。キノコが好きって言ってるくせにあんまりキノコ株使わないわよね。じゃあ今回はいっぱい飾ってみようかな。もうそんなに飾れる場所が残ってない気が。まだまだ隙間が空いてるからそこに色々ねじ込んでみれば。それにしてもレンガの壁だけ並べるのってなんだか味気ないな。確かにそうね。狭い場所でも飾れるキノコのランプと、キノコのスツールを作ってだな。今度は本当に適当な場所に並べるぜ。レンガの壁の間に並べるんじゃなかったの？レンガの壁の間には白いプルメリアをまた後で植えておくぞ。では植木の下の部分を隠すために足りない麦畑を、と思ったけどタヌキチに大サービスヨットをプレゼントだ。何ですか？麦畑を買えるだけ買いたいから。また無駄遣いしてる。今回のお買い物は絶対使うやつだから全然無駄じゃないもんね。さて届いた麦畑を並べていくぞ。あ、ちゃんと無造作に並べてる。さすがに麦畑は左右対称に並べると不自然になるからな。いつの間にか服を着替えてるような。風船から出てきたから着替えてみたんだがこれはこれで良くないか？正直どっちでもいいわよ。いよいよクライマックス。サブ住民ハウスの前がかなり寂しいからスクーターと、マウンテンバイク。まだサブ住民ハウスの裏を飾ってなかったわよね。そういえばそうだったな。で、どうすればいいと思う？自力で考えようね。こういう街エリアにスクーターとか乳母車とかマウンテンバイクはよく合うんだよな。あと困った時のワンコもね。ここは困ってないから使わないぞ。てっきり困ってるからスクーターやなんやかんや置いてるんだと思ったわ。本当に困ってるのはここじゃなくてだな。ここの上なんだぜ。体を動かしたら何か思いつくかもしれないから、前デザインをペタペタ塗り塗りだ。それで何かいいこと思いついた？そんな簡単にいいことが思いつくことなんてないぞ。そういえばさっき何か買ってなかったっけ？未来のミールプレートはビーフンさんにあげちゃったしな。そっちじゃなくてね。じゃあ島と練り粉をここに。それも違うわよ。じゃあこっちか？そうこれ。ではサラダバーということでこの辺で。こら動画を締めるな。それではサブ住民ハウスの奥はビュッフェにしようじゃないか。ビュッフェって発音しにくいわよね。なのでなるべくビュッフェという単語は使わないようにしているぜ。食べ放題の方が言いやすいわよね。そして今日もまた匠ライフで。今日は無駄遣いは？欲しいものがラインナップされてなかったぜ。今まで一応欲しいものを買っていたとは。服をもらってる。
服はいくらもらっても困らないぜ。また収納がいっぱいになりそうな予感。席はこれくらいで、チェーピングディッシュを乗せるテーブルはアイアンワークテーブルにするぞ。カントリーなティーテーブルの方が可愛いと思うけど、もう注文するの面倒だから今回はこれでご勘弁を。さすがに疲れてきてるわね。そうそうチェーピングディッシュだけじゃなくてスープジャーも美味しいアイテムなんだよな。中身はカレーとボルシチね。お腹が減ってきました。よかったわね。美味しそうな場所を作ってもらえて。ジンギスカン屋さんではありませんが素晴らしいお店ですね。実は静江さんの喜んでもらうために最初から計画してたんだよな。平気で嘘つくな。あ、申し訳ございません。ちなみにこのウェディングナイスは、注文するのが面倒で収納に余ってたやつを使うぜ、と言いたいんでしょ？いつも通り過ぎて何も言わなくてもバレバレなんだな。ワンパターンになりがちなのでここで普段使わない家具を。パームツリーのランプって材料に石が含まれてないのね。石じゃなくて粘土だからセーフ。リメイクカラーはトロピカル？どのあたりがトロピカルなんだろう？食べ物は未来のミールプレートを飾りたかったんだが、収納内のいろんな食べ物の家具をチョイスしてきたぜ。ミールプレート注文すればいいのに。なんかそれは面倒でござる。さてあとは島と練り子を飾りたいからレイム送ってくれよな。もうしょうがないわね。一応説明しておくと主一人で二役をやってるので、協力プレイじゃないということを理解してほしいのだ。それでは今回作ったところをお披露目。手前から見ると結構賑やかね。ちなみに右側のサブ住民ハウスはずっと前に作った病院のままだぜ。2年前に作ったから誰も覚えてないかもね。興味のある人は説明欄にある動画から見てほしいぜ。それと皆さんオンラインカジノ愛好棚も。あ、言っちゃった。さあ島完成まであと1ヶ月。本当に完成するのか心配なペースなんだけどね。レイムさん南半球は千時ナマコの季節なのだ。マリサが早く島を完成させないとこの企画は無理っぽいわね。ちょっとマリサさん。なんとか島を早く完成させます。もう。